カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。100回目の放送を迎えました。この番組最初は週2回更新していたので、意外とすぐに100回に到達しましたね。約1年1ヶ月で100回放送を迎えました。皆さんいつもお付き合いをありがとうございます。この番組もありがたいことに徐々にリスナーさんが増えてきまして、最近は Amazon Music の音楽カテゴリーで上位にランクインすることもあります。先日坂本龍一大先生の番組と順位が並ぶことがあってですね、これは即記念のスクショをしました。まだポッドキャストで音楽番組をやってる人が少ないからだと思いますけれども、 YouTube と比べるとポッドキャストはまだ素人の参入の余地があってね、こんなミラクルが起こったりします。さて今回は韓国4大ボーカリストキムナ・パクイの4番目イスさんがボーカルを務めるバンド MC ザ・マックスの幸せにならないで행복하지 말아요という曲をカバーします。この曲は MC ザ・マックスの代表曲で、もう本当に王道のバラード曲ですね。私もこの曲が大好きで MC ザ・マックスで一番聴き込んでいる曲かもしれないです。この曲は2004年発表の MC ザ・マックスの第3週アルバムソリチュード・ラブのタイトルトラックなんですが、2007年の第5週アルバムにも2007年バージョンが収録されています。そして2021年の20周年記念アルバムセレモニアにもセルフカバーが収録されているので、テンポや構成を少しずつ変えていろんなバージョンがね、これまでに発表されている曲です。おそらく一番人気があるのが2007年のバージョンなんですが、こちらは2004年の原曲に比べて少しテンポを落としていて、2番の A メロを省いて編曲してあるんですね。私はこの2007年バージョンを気に入ってよく聴いているので、この間韓国に旅行に行った時にカラオケに行ってですね、この행복하지 말아요を入れてみたら、いつも聴いているものよりテンポがかなり速くてね、驚きました。2021年のセレモニアでのセルフカバーはちょうど2004年と2007年の曲の中間ぐらいのテンポ感なんですね。でこちらもね、ストリングスがたくさん入っているサウンドで大人っぽくて、この2021年のバージョンも非常にいいです。そしてこの曲はなんと広瀬香美さんが作曲されているんですね。MC ザ・マックスはかなり日本のミュージシャンとも親交が深いグループでして、まずデビューアルバムのタイトルトラックが x ジャパンの Tears の韓国語カバーで、しばらくの間さようなら잠시만 안녕という曲です。この曲は YOSHIKI さんがプロデュースしたので日本でも話題になってたというか、私が x ジャパンをすごく好きで YOSHIKI さんの情報をチェックしてたから知ってたのかもしれないですけれども、この MC ザ・マックスのデビューはね、日本でも話題になって知っているバンドでしたね。そして第2週アルバムのタイトルトラックサラゲシ愛の時という曲はね、玉置浩二さんの作曲なんですよ。でこの曲は安全地帯もショコラという日本語タイトルでほぼ同時期にリリースしています。そして同じアルバムに収録されている君は涙ぐましい그대는 눈물겹다という曲はこれ広瀬香美さんの作曲なんですね。こちらもすごくいい曲で、サビで壮大にメロディーが展開するロックバラードでですね、イスさんの声にぴったり合っててすごくかっこいいんですね。でこの曲はマイナー調でいかにも韓国バラードという雰囲気の曲なので、広瀬さんが作曲したと知った時はね、非常に驚きました。私の中では広瀬香美さんといえばスキー場のイメージというか、冬のアップテンポな曲を軽快に歌う歌手というイメージだったので、これだけ重厚なバラード曲も作曲できる才能に驚きましたね。韓国バラードを通して広瀬香美さんの音楽性の広さを知るというね、経験でございました。
そして今日カバーする曲幸せにならないで행복하지 말아요という曲はMC ザマックスの第3週アルバムのタイトルトラックなんですが、広瀬香美さんはこの第3週アルバムに3曲も楽曲提供しているんですね。広瀬さんの作曲した曲でひまわりも時々首が痛いでしょっていう曲があるんですね。ヘバラギドカックンモギアップジョという曲があるんですけど、この曲はね、特に2000年代前半の J-POP を色濃く感じるメロディーラインで私のお気に入りの曲です。そんな感じでね、MC ザマックスと日本のミュージシャンの関係を語り出すと止まらないのでこれぐらいにしておきますが、MC ザマックスと広瀬香美さんのタッグで様々な名曲が生まれているということでございます。今回カバーする曲幸せにならないではですね、韓国での大ヒットを受けて広瀬香美さんご自身が日本語でセルフカバーされ、日付変更線というタイトルで日本でも発表しています。ただこの2曲はね、歌詞の内容も方向性も全く違う曲なんですね。MC ザマックスの原曲の方は失恋バラードなんですが、広瀬さんの日本語カバーは遠距離恋愛をテーマにした曲になっております。なので今回は歌詞の比較はしないんですが、広瀬香美さんの日付変更線もですね、公式のミュージックビデオがありますので、こちらのリンクを概要欄に貼っておきます。ぜひ聴いてみてください。では歌詞の内容紹介に入っていきますね。でこの幸せにならないでという曲は A メロ B メロではもう別れるしかないほど2人の関係が崩れてしまっている様子と、それでもまだ彼女を愛して思っているという気持ちが歌われています。で今回はサビの歌詞を紹介するんですけれども、結構この曲は詩的な表現が多くてですね、解釈が難しいのでちょっと解説を加えながら歌詞を紹介していきますね。まずサビの出だしの部分です。행복하지 마요。幸せにならないで。행복하려면幸せになろうとすれば사랑한 날 잊어야 하잖아。愛した僕を忘れなきゃならないじゃないかという意味ですね。행복하려면幸せになろうとすればっていうのは、これは彼女が次の恋に踏み出すっていう意味ですね。で次の恋に踏み出す過程で愛した僕のことを忘れるじゃないかっていうことが言われています。で次の部分です。가시가 박힌 듯 숨 쉴 때마다 눈물이 흘러와。トゲが刺さったように息をするたびに涙が流れてきて、사는 게 사는 것이 아니죠。生きていても生きてる気がしないんだよといったようなニュアンスですね。この사는 게 사는 것이 아니죠というフレーズが出てきます。そしてサビの後半、사랑하지 마요。愛さないで。내가 아니면僕じゃなければ누구와도 영원할 수 없어。誰とも永遠にはなれないよ。그대를 그곳에 두고 온 거。君をその場所に置いてきた。그것만 기억하면そこだけ覚えていればというのがね、これも直訳なんですけれども、これは物理的にどこかに彼女を放置してきたっていう意味ではなくて、自分の心の中にある彼女との思い出の場所をこのように比喩表現で言っているということですね。なので君を置いてきた場所だけを覚えていればというのは、幸せな二人の記憶それさえ覚えていればというようなニュアンスが込められていると思います。そして続きです。찾을 수 있죠。잠시 멈춰 있는 사랑인 거죠。探せるでしょう。少し止まっている愛なのでしょう。괜찮아요。大丈夫だよ。웃어요。笑ってよ。というね歌詞で終わるんですけれども、最後だけ若干ポジティブなんですよね。でもう僕たちはダメだって分かってるとかいうのがね、 A メロ B メロにそういう表現が出てくるんですけれども、死にそうに辛いけど最後ちょっと強がってポジティブを見せるっていうね、こういう表現もよくバラードで出てくる歌詞の展開でございました。では曲を聴いてみてください。 MC ザマックスの幸せにならないでという曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとシンセサイザーとドラムの音が入っています。
曲の構成は2021年のセレモニアのバージョンを参考に作りました。テンポは原曲より少しゆっくりですね。で、最後サビの後半を2回繰り返す構成が原曲ではあるんですけれども、こちらはその1回を省いている感じにしています。この曲は比較的歌いやすい曲だったんですけれども、歌詞の発音がね難しいところが結構あったので、歌よりも韓国語の発音をよく練習してから録音した曲でした。今月は去年の1月に続き、もう一度4大ボーカリストの曲をカバーするという企画でお届けいたしました。皆さん今月もお付き合いありがとうございました。まだまだこの4大ボーカリストの曲はですね、カバーしたい曲がいっぱいありますので、もっと練習して技術を上げて今後また挑戦したいと思っております。今日また YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK、 ちょうどいい長さだ。